上手な人って三味線を持たずにエアー三味線、素振りをしてても上手いのがわかるんですよ。もっと言うと、上手いにしろ下手にしろ、動画を例えばミュートしてても、その人がどういう音を出してるのかっていうのがある程度わかるんですよね。もちろんカンベリとか革の緩みとか楽器由来の音はわからないにしても、技術由来、動作由来の音っていうのはある程度わかります。当たり前なんですけども、正しい動作からは正しい音が出るし、間違った動作からは間違った音が出るんですよ。当たり前って言ったんですけども、意外とここが落とし穴で、結構皆さん音にばっかり注目していて、動作っていうものに意識がいってないんですよね。この動作を実行しようっていう意識で弾けばうまくいくのに、なんか力を込めたいとか大きな音を出したいっていう結果ばっかり望んでしまうとうまくいかないんですよ。音楽なので音っていう結果の部分に注目してしまいがちなんですけど、そこに至るためには動作っていう正しいプロセスを踏まないといけないので、音楽だと思わずに運動、スポーツっていう意識をまず持たないとうまくいかないんですよね。で、そこで今回の肝、エアー三味線なんですよ。正しい動作っていうのは三味線 TV で網羅的に発信してるので、正しい知識があるのを前提とした上で、その正しい動作を三味線を持たずにできますかっていう話なんですよ。三味線を置くと急にツボの位置がどこか分かんなくなったり、右手の位置が分からなくなったりすると思うんですよ。皆さんちょっとやってみてください。で、こうなる人っていうのは間違いなく普段から筋肉を意識せずに弾いてしまってるんですよね。で、普段から今どういう姿勢でどこの筋肉をどういう風に動かすかっていう意識で弾いていれば、三味線がなくても同じ動作を再現することができます。ちょっとやってみますね。ダダンダカツンタカツンタンツとか、例えば、右手であったらこの辺かなっていう感じなんですけど、1の糸が来てると。で、例えば3、4のツボを押さえたいなっていうのであればこの辺かな。トン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 とか、このぴったりくるって感じですね。これはそこに三味線があるから仕方なく受動的にポンって手を配置させてるんじゃなくて、自分の意思で自分の筋肉をこういう風に動かす、そういう姿勢をとる、そういう動作をするっていう意識で弾いてると、しっかりその通りに動いてくれるし、その通りの正しい結果が出るというような感じなんですね。だから三味線を弾いているのか、三味線に弾かされているのかみたいな違いがここで出てきます。で、エアー三味線の効能ってすごく大きいんですよ。例えば演奏中にねじめが連続するところみたいな部分は界内界外ではなく外線内線してくださいっていう風に言うんですけど、それでも後ろ鉢みたいに界内界外しないにしても結構界内界外がちょっと入ってしまうみたいな感じになってしまうんですよね。だけど演奏しないで内線外線してみましょうっていうと、これできない人はいないんですよ。三味線の動作って難しいものは全然ないんですね。皆さんが日常で使う動作ばっかりなので、必ず正しい動作はできるようになります。なるんですけど、まずは三味線抜きで正しい動作を確認する。これが内線、これが外線、これが界内、これが界外、内点、外点みたいな感じで正しい動作を確認して、で三味線を持った後でも音楽をやるぞじゃなくて、動作を意識して弾くと正しい音が出ます。内線、外線、内線、外線。内点、外点、内点、外点、内点、外点、内点とか、界内、界外、界内、界外とか、動作を意識すると必ずその通りの音が出ますと。そんなわけで、今回はエア三味線を練習メニューに入れて上手になりましょうという話でございました。それでは。